こんにちは。ウッドマイザージャパンの藤本です。今回は、こちらにある LT20 および LT40 ヨーロッパ仕様の操作パネルおよびセットワークスの、初期設定と操作説明を行いたいと思います。それでは始めましょう。まずこちらが、操作パネルおよびセットワークスです。こちらが操作パネルになります。こちらがセットワークスのパネルになります。まずこちらがメインスイッチとなります。こちらがデバッカーを左右に動かすレバーになります。こちらが総ヘッドを前進後進させるレバーとなります。で、こちらのダイヤルで速度を調整します。次にこちらがブレードガイドの左右の操作をするレバーとなります。こちらが総ヘッドを上下に動かすレバーとなります。こちらがエンジンのアワーメーターとなります。緊急時のストップボタンとなります。こちらが SW10 セットワークスです。まずメインスイッチをオンにします。こちらの上のパネルが、総ポジション、現在のブレードの高さを示します。こちらの下の画面がボードティックネス、製材する板の厚みを示します。左上部の3つのランプは上からリモートコントロールランプ、こちらはリモートコントロールモード稼働中に点灯します。真ん中のプログラムランプ、こちらはプログラムモード稼働中に点灯します。一番下のこちらはハイモードランプ、こちらはあらかじめ設定した高さに毎回総ヘッドを戻したいときに使用します。ハイモード稼働中の時に点灯します。こちらのABC ボタン、こちらはプログラムボタンとなります。A、B、C と3つのパターンにプログラミングができます。詳しくは後ほど説明します。こちらは数字ボタンです。そして、左下にあるこのボタン、こちらのボタンはオートキャリブレーションボタン、自動調整ボタンとなります。初期設定時と日々の点検の際に使用します。こちらのボタンはケルフボタン、こちらはノコバの厚みを設定する際に使用するボタンおよびリモートモードのオンオフのボタンとなります。次にこちらの3つのボタンを説明します。こちらのボタンはエグジットボタン、これは終了時に押すボタンとなります。こちらのボタンがバンプアップボタン、これは総ヘッドを上昇させるときに押すボタンとなります。こちらはネクストカットボタン、次の製材をする直前に押すボタンとなります。総ヘッドを最初の位置に戻してから必ず押すようにしてください。まずはじめに初期設定の方法をお伝えします。まずこちらのキャリブレーションボタンを押しながらメインスイッチをオンにします。こちらに表示されている数字が5番、こちらは
LT20 と LT40、LT70 のセットワークスに対応している番号となっています。こちらの数字が5番ではなかった場合は、設定のし直しが必要です。LT15 のみこちらの表示は20番となります。次にスイッチを一度オフにします。もう一度スイッチをオンにします。こちらに表示されている数字150というのは課題からノコバまでの距離を示します。こちらに記されている5という数字は実際に製材する板および角材などの厚みを表しています。こちらの数字を確認して、もし150以下の場合は必ず150以上に設定してから操作を開始してください。次にキャリブレーションボタンを3秒間押し続けます。その後すぐにもう一度押します。そうすると総ヘッドが2回下がり、その後9回上がります。こちらは今自動で補正をしているということです。この作業は使用する前に必ず行うことを推奨しています。2回下がった後に9回上がります。そうするとこちらにエンドというふうに表示されます。これで自動補正は終了です。次にノコバの厚みの設定を行います。スイッチをオンにします。このケルフというボタン、このボタンがノコバの厚みを設定するボタンです。こちらを3秒以上押し続けます。こちらに表示されているのがノコバの厚みの数字です。ほとんどのノコバは 2mm ですので20と押してこちらの緑色のセーブボタンを押します。これで完了です。次に実際のノコバ高さの設定入力の操作を行います。スイッチをオンにします。こちらに表示されているのが課題からノコバまでの距離です。こちらに表示されている数字と実際の距離を測って確認してください。間違っていた場合はこちらのボタンを3秒間押します。そして正しい数字を入力してください。最後にセーブボタンを押して完了です。そしたらこちらの操作レバーを使用して上下に動かします。その後にこちらの数字とあちらのメモリ、そして課題からノコバの距離が同じかどうかをチェックします。合っていれば以上で完了となります。次にこちらの A、B、C のプログラムモードの説明を行います。まずこのボタンを押しながらスイッチをオンにします。次に上部画面が A、B、C と表示されます。次に A ボタンを押します。こちらに任意の寸法、製材したい板などの厚みを記入します。例えば 20mm。そして次 B。B は 30mm。次は C。C は 50mm。最後にセーブボタンを押します。これで
ABC のプログラミングが完了しました。製材する前にボタンを押せばその数字になります。以上で完了となります。次に最も一般的な使い方、マニュアルモード、通常モードの使用方法を説明します。普通に製材する場合は、まず総ヘッドを手前まで引きます。それから次に製材したい板の厚みを入力します。例えば30。そしてネクストカットを押すと、30プラスノコの厚み分 2mm、 合計 32mm 総ヘッドが下がります。製材し終わった後、製材した板を取り除いてバンプアップボタンを押します。通常バンプアップボタンを押すと 12mm 総ヘッドが上昇します。それから、総ヘッドを手前側に引き寄せます。次に例えば 50mm 製材したいとしたら、50と入力してネクストカットを押します。そうすると 50mm プラスノコの厚み 2mm、 合計 52mm 下がります。それから製材します。製材した後に板を取り除きます。その後にバンプアップボタンを押すとまた 12mm 上昇します。それから総ヘッドを手前に引き寄せます。これが通常の使い方です。次にバンプアップ機能の設定方法をお伝えします。バンプアップ機能にはハイモードとローモードがあります。バンプアップボタンは製材をした後に総ヘッドを上げるためのボタンです。まずこれを押すと 12mm 上がります。これはあらかじめ工場で設定されている寸法です。このバンプアップボタンを押して 12mm 上がるモード、これをローモードと言います。工場出荷時はローモードになっています。ローモードの場合は製材した後に毎回製材した材を取り除かないといけません。バンプアップ機能のハイモードの設定の仕方をお伝えします。まずスイッチをオフにします。バンプアップボタンを長押ししながらスイッチをオンにします。この時にこちらの画面に出ているのがハイモードかローモードかの表示です。こちらの矢印ボタンで変更することができます。下に押せばローモード、上に押せばハイモード。ハイモードにして設定したい場合は最後にセーブボタンを押します。これでハイモードの設定が完了しました。ハイモードの場合は実際に製材した板厚プラス 12mm 総ヘッドが上に上昇します。例えば 30mm の板を製材した後にこちらのバンプアップボタンを押すと 30mm プラス 12mm 合計 42mm 上昇します。そうすればノコバが材料に当たらずに手前に引き戻すことができます。次にこちらのセットハイモードの操作説明を行います。こちらのセットハイモードというのは、製材した板を一度も取り除かず連続して最後まで製材が可能になります。まずスイッチをオンにします。こちらのレバーで材料のノコバが材料に当たらない高さまで上昇させます。
ノコバの戻り高さを設定したら、こちらのセーブプログラムボタンを押します。そうするとここのセットハイプログラムモードのランプが点灯します。これで使用可能になります。このランプが点灯しているときはバンプアップを押したら毎回最初の高さに戻ります。作業が終了したらこちらのセーブプログラムボタンをもう一度押すと、セットハイモードの機能がオフとなります。セットハイモードのオンオフはこちらのボタンで簡単に操作できます。以上です。こちらのリモートコントロールモードのオンオフはここのケルフという書いたボタン、このボタンでオンオフができます。オンにした場合はこちらのランプが点灯します。リモートコントロールモードというのはこちらのネクストカットボタン、バンプアップボタン、これを使わずに全てこちらのソーヘッドの上下のレバー、これのみで操作することができます。次にパターンモードの説明を行います。こちらにある2つのボタンがパターンモードです。上部のボタンがマニュアルプログラムモード、下部のボタンがクイックプログラムモードとなります。マニュアルプログラムモードは複数の厚みで設定したいときに使用できます。クイックプログラムモードはワンサイズだけの厚みで設定したいときに使用できます。補足しますと、マニュアルプログラムモードは例えば上から 20mm、30mm、40mm、50mm というように複数の厚みで引きたいときに使用します。クイックプログラムは 30mm 一択、ずっと 30mm だけで製材したいときに使用します。まずはじめにこちらのマニュアルプログラムモードの説明を行います。スイッチをオンにします。最初にソーヘッド、まずはじめにノコバの高さを丸太もしくは角材の上部の位置にセットします。例えば15センチの30センチの角材だったら30センチのところにソーヘッドを合わせます。今 300mm のところに合わせました。それからマニュアルプログラムボタンを押します。こちらの画面に P1 と出ます。ここで気をつけなければいけないのが、必ず一番下の材料の厚みから入力してください。こちらのように一番下の段が 100mm、 次が 50mm、 次が 28mm、 次が 25mm と下から P1、P2、P3、P4 となります。なのでこちらの通りに設定します。まず一番下の厚みは 100mm なので100、それからマニュアルプログラムボタンを押します。次 P2 と出ます。 P2 は2段目 50mm に木取りしたいので50と入れます。その次に P3 は 28mm、 次は 25mm と同じように連続して取りたい厚みを記入していきます。今回は最初に 300mm の高さに到達するまで入力を続けることができます。 20mm、 P6、 20mm、 今こちらで点滅しました。
点滅したということは 300mm を上回ったということになります。これで最後にセーブボタンを押します。これで8通りの製材が可能となります。NEXT カットボタンを押したら一番最後にセーブプログラムボタンを押します。これで製材が可能となります。まずこれで1回目の製材を行います。製材が完了したらバンプアップボタンを押します。そしてソーヘッドを手前に引き寄せます。それから次の高さに移ります。NEXT カットボタンを押します。これで次の段の P7 に行きました。で P7 の製材が終わるとバンプアップボタンを押します。ソーヘッドを手前に引き寄せます。それから NEXT カットボタンを押します。次に引くのが P6。これの繰り返しでいきます。製材が終わりました。バンプアップボタンを押します。ソーヘッドを手前に引き寄せます。NEXT カットボタンを押します。これで P5、下から5段目です。製材します。バンプアップします。ソーヘッドを手前に引き寄せます。NEXT カットボタンを押します。製材します。バンプアップを押します。P2、下から2段目の板を製材してます。手前に引き寄せます。最後の NEXT カットボタンを押します。これで一番最後、下の板を製材します。最後にここにエンドと表記されます。こちらにエンドという表記が出たら製材完了です。最後にエグジットボタンを押します。これがマニュアルプログラムモードです。次にこちらのクイックプログラムモードの設定を説明します。クイックプログラムモードは毎回同じ厚みの寸法、例えば 50mm なら 50mm で連続して板を製材したいときに使います。こちらの機能はアメリカの LT シリーズのシンプルセットと同じ機能です。スイッチをオンにします。まずはじめに製材する丸太および角材の一番上部の位置に合わせます。今回は仮に 250mm で合わせます。今現状が丸太および角材の上部のレベルとなります。それから自分が製材したい厚みの寸法を入力します。今回は 40mm にします。こちらに製材したい厚みの寸法が表示されます。その後にクイックプログラムボタンを押します。そうするとこちらに P6 と出ます。これは6枚 40mm の厚みの板が6枚取れますというふうに本体の機械が判断して表示した数値となります。
画面上部に 40mm の厚みで何枚木取りできるかが表示されます。今回は 250mm の丸太から 40mm の厚みの板が6枚木取りできるということになります。セーブプログラムボタンを押した後に NEXT カットボタンを押します。以上で操作方法および初期設定の説明を終了とします。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしわからないことがあればウッドマイザージャパンに問い合わせください。